はい。皆さんこんにちは。小春このきです。いつもご視聴ありがとうございます。本日は、権利落ち直後に狙う、有料銘柄と題してお送りいたします。はじめに、フリュー、証券コード6238についてお話しします。フリューは、プリントシール機やプライズの製造販売、スマートフォン向けアプリを中心とした若年層向け携帯コンテンツの作成、運営、家庭用ゲーム事業、映像コンテンツの制作等を行う総合エンターテインメント企業です。権利落ち後の株価は1286円で、時価総額は360億円ほどです。PR は13倍、PBR は 1.6 倍です。2024年3月期の予想売上高は420億円。これは前年比 15% の増収で、過去最高の予想です。予想営業利益は39億円で、前年比 82% 増の大幅な増益を予想しています。予想 ROE は 12.54%、自己資本比率は 76.7% で、配当利回りは 3% です。年間の配当金は1円増配して39円の予定ですが、2年前、22年の配当金は52円でした。株主優待も実施していて、500株以上保有すると5000ポイント、1000株以上で1万ポイントがいただけます。ポイント数に応じて、お米や牛肉などのこだわりグルメ、スイーツや飲料類、名酒、テーブルウェア、選べる体験ギフトなどが選択できます。株価は今年に入って安値圏で推移していますが、先週末、ゴールデンクロスが発言しました。それでは、AI による株価の予想です。現在の株価、1286円に対して、目標株価は1630円で 26.75% の上昇余地があります。今後の上昇が期待できそうですね。次は、アズマハウス、証券コード3923についてお話しします。アズマハウスは、住宅や不動産関連事業を主軸に展開している会社で、和歌山県を地盤としています。事業内容としては、戸建て住宅の建設、分譲や賃貸業、土地の有効活用、ホテル運営などを行っています。2024年3月期の予想売上高は 133.3 億円、予想営業利益は 10.7 億円となっています。不動産業界は景気に左右されやすい特性がありますが、アズマハウスは安定した利益を上げています。注目すべきは、PBR が1倍を大きく下回る 0.4 倍以下と非常に割安であることです。ざっくり言えば、160億円以上の価値がある企業を 62.3 億円で購入できてしまうんですよ。PR も10倍以下、配当利回りも 4.5% 以上、自己資本比率も 50% 以上あります。株価は、長期的に見ると、800円を挟んだ上下200円くらいのレンジ内に収まっています。800円以下の水準は、十分買い時と言えそうですね。株主優待はありませんが、和歌山県ならみかんや梅干しがいただけると嬉しいですね。それでは、AI による株価の予想です。現在の株価、772円に対して、目標株価は777円で、0.65% の上昇余地があります。大きく上昇は望めませんが、安定した株価と配当は魅力ですね。NISA の成長投資枠に適していると思いますよ。最後は、第一生命ホールディングス、証券コード8750についてお話しします。第一生命ホールディングスは、時価総額3兆6000億円を超える大手の生命保険会社です。PR は13倍、PBR は 1.2 倍と、割高感はありません。権利落ちで少し下げましたが、今年に入って上昇が続いています。現在の株価は3853円で、配当利回りは 2.75% です。第一生命ホールディングスは株主優待制度も設けています。優待の内容は自社グループのヘルスケアアプリ、キュオリズムのポイントがいただけます。100株以上で最大2000円相当のポイント、200株以上で最大5000円相当のポイントを獲得できます。このポイントは電子マネーやギフト商品などに交換可能です。第一生命ホールディングスは配当成功を 30% 以上と位置づけ、原則減配しない方針をとっています。過去の配当金の推移を見ても、
減配はなく、安定した配当を継続しています。マイナス金利解除で、業績にも良い影響があるものと考えられますね。それでは、AI による株価の予想です。現在の株価、3853円に対して、目標株価は3666円で、マイナス 4.8% の下落見込みです。数値はマイナスですが、AI は買いを推奨しています。目標株価近辺で買って上昇を待ちましょう。いよいよ4月で新年度がスタートしますね。視聴者の皆さんの中には新しい環境でスタートする方もいることでしょう。私の家族もこの4月から大きく環境が変化します。皆さんの資産も良い方向に変化するように願っています。今回の動画は以上になります。いよいよ4月で新年度がスタートしますね。視聴者の皆さんの中には新しい環境の中でスタートされる方もいっぱいいるでしょう。メンバーの関係者も、娘が4月になってこれから高校生で入学するよっていう大きい変化があったりします。皆さんも資産、良い方向に変化するように祈っています。このチャンネルは AI で音声を出力はしているんですけど、台本とか、下調べ、どの銘柄扱うかとかっていうのはちゃんと中のメンバーが作っていて、で、その人がちゃんとファイヤーしていて実績がある人なので、で、その人が選んだ銘柄を買っていけば、僕が使っているアルゴリズムと組み合わせてやっていくと、利益、含み益っていうのかな、スピードが3倍、4倍ぐらいになったので、やっぱりコミュニティを結成するっていうのはすごい有意義だなと、もう YouTube をやる前から思ってましたけど、やっぱり実感するとね、数字にも現れてくるとすごい面白くなってきますね。で、もうすぐこのサブチャンネルっていうか、この収益化を目的にしたチャンネル、収益化条件迎えるんですよね。総再生時間が。チャンネル登録者数は1000人以上になっているんですけど、さて、たまにね、こういう中の人も、無機質なチャンネルではなくて、中にちゃんと人間がいるよっていうことが分かるようなそのコメントっていうのかな、最後にあるといいなと思う人は、1番、情報だけ知りたいんだっていう人は2番お願いします。おそらくね、その無機質にそういうのが今後ね、たくさん出回ってくると思うんですけど、結局、中に人がいないと応援しがいがないんですよね。だから、ホロライブも、2時3時も取り入れるっていうことは、まずはないみたいですね、今のところ。本当に AI を応援してくれって言うんだったら、この AI が人並みの性格、人格を持って、それなりの知能っていうかな、なんだったらもう逆境があるから人間以上の知能を有するしないと、それは僕たちの想像を絶する領域なので、なってから考えた方がいいですね。で、たくさんのエンタメとか、YouTube を見始めたり、TikTok 見始めていると、あっという間に時間が過ぎていくんだよね。そういう時間ももう大半を使ってもいいんでしょうけど、やっぱり1日15分くらいは自分の資産、将来に向かって考える時間が絶対に必要なんですよね。それは将来が不安になって怖くなるっていうこともあるでしょう。しかし、その自分の未来の恐怖と向き合った人が成功になるし、その貧乏人をね、最後に嘲笑う立場になるのはどっちかっていうのがわかると思います。このチャンネルもそこら辺のパクったやつをそのままやって広告収入で儲かろうとが全く思ってなくて、みんなに説明するつもりで動画を調べて、リサーチして株価指標とか理論株価とかそういうのを調べていくと、ね、人に教えるつもりだから、なんとなく、こんな感じでいいかなって今まで思っていたのだと情報不足だったり、情報の賭けっていうかな、ケアレスミスっていうのが起きるんですよ。で、人に教えるつもりでちゃんと調べるから、投資の抜け穴とかミスっていうのは極端に少なくなるし、投資の精度っていうのも高くなった。だから、その、投資チャンネルっていう人は、あえてアウトプットする時間を使って、広告収入とかは、おまけみたいなもので、投資の精度を高めるために、またはそのお金以外のみたいな、仲間を集めるようなコミュニティを形成するためにチャンネルを運用している人がやっぱり投資なのでね、お金の先にある価値に投資をしているという人が一定数いると思うんですよ。話がだいぶずれましたね。来週からもう新年度2024年春新しい出会い変化の季節ということで、もうすぐねこのチャンネルも収益化を迎えます。で、その収益化したものはメンバーの今までただ働きずっと1日3時間、2ヶ月ぐらいずっとただ働きさせてもらっているのでね、その報酬だったりとか、そのサブスクリプション、チャット GPT の有料プランとか、そういうのを組織的にね、経費として使っていきたいです。で、生産性を向上させて、イベントの運営資金やったりとか、今後オフ会もやってい
たりしていき、また、このチャンネルではない拠点のチャンネル、僕のライブ配信を増やしていく、そして、ファンとの接触頻度を高めていこうとも思ったので、エンタメでなんとなく過ごす時間より優先度が高いなと思った方は、そのチャンネルをね、フォローして遊びに来てもらえると、絶対自分の資産に対して増やしていくか、対策していこうっていうようなモチベーションアップにつながるようなマインドセット、マインドフルネスにつながるので、遊びに来てくれると嬉しいです。それではまた節目の時に会いましょう。さよなら。バイバイ。